ッドベリーコーヒーの木原と申します。ウッドベリーコーヒーは2012年に、創業したスペシャリティコーヒーの専門店で、ずっと一途にコーヒーをやらせていただいておりまして、最初は、世田谷の洋が僕の地元で、小さいお店を始めたんですけど、そこからどんどん仲間が増えていって、今の11店舗のこのチームの大きさになっています。はい、で本日お入れするコーヒーも僕たちが直接エチオピアまで買い付けに行ってきた、すごいフレッシュなお豆なので、こちらを使った、ドリップのレシピをご紹介していければと思います。今日のドリップが、最近ウッドベリーでスタンダードなレシピとして、作っているレシピになっていて、このレシピのコンセプト、一番大事なコンセプトが均一性です。はい、均一にコーヒーの美味しい成分を引き出していこうっていうのが、今日ご紹介するレシピの一番、肝というか、僕たちが再現したい、やりたいことの一つですね。はい、でそのために今日は、この無限ドリッパーというドリッパーを使って抽出していきます。無限ドリッパーは、リブが少ないのが特徴のコーヒー、抽出器具で、横から、お湯が横から抜けていかない構造になっているので、すごく、落ちるスピードが遅いんですけど、ドリッパーの上で、コーヒーと粉の合わさった液体を保持してくれるので、とても均一な抽出ができるというのが特徴ですね。でその、無限ドリッパーに、下にこのスイッチドリッパーというのを組み合わせて使っています。でスイッチドリッパーというのがこのオンオフの機構になっていて、このオンオフができることによりより無限ドリッパーの特性を生かした抽出ができるようになるのかなというのが、今回の抽出の狙いです。はいはい、じゃあ今日は 18g のお豆を使っていきます。グラインドサイズはちょっと粗めの中粗挽きぐらいのものでやっていますね。コマンダンテでいうと28から30クリックぐらいのクリック数になっています。で使っているペーパーがこの、アバカフィルターという、これも環境に優しいフィルターで、なぜこれを使っているのかっていうのと、落ちるスピードが、ちょうどいい、遅すぎず速すぎずちょうどいいっていうのもあるんですけど、僕たちコーヒーのカスをリサイクルしていて、農家さんに持ってってコンポストにしてもらってるんですけど、普通のペーパーだと分解されないんですけど、このアバカフィルターだと本当にすぐ分解されるので、農家さんもすごいこの出がらしのそのままお渡しして、使えるってことで、かなり重宝してこのフィルターは使っています。ペーパーをリンスしていきますね。結構このリンスをしっかりしてあげるっていうのが、この無限ドリッパーの特性をしっかりと引き出すために必要なポイントだったりします。しっかりきれいに貼り付いているといい感じかなと思います。あとですね、もう一個均一性というところで、僕が、最近買って一番良かったものがぜひご紹介したいんですけど、このスケールですね。スケールがポラリスっていう、スケールを使っているんですけど、コーヒースケールの中で、パーセンテージで注油を管理できるっていうのがすごく革新的なスケールかなと思っていて、普通は、何グラムで、2投目は何グラム注いで3投目は何グラム注ぐっていうのが、普通のレシピだったと思うんですけど、やっぱり入れるグラムが、少し変わったりとか、今日は1人分入れたいけど明日は2人分入れたいなとか、そういうことがあると思うんですけど、そういう時にこのパーセンテージで管理すると、より均一にどんなグラムを入れても、同じ味が作れるようになるっていうのがすごくいいなと思っていて、で粉を入れて、左のボタンを押すと真ん中にパーセンテージが表示されるんですね。で入れた粉に対して15倍のレシオで、目指すグラムっていうのが右上の方に表示されています。でここで注いでいくと、真ん中のパーセンテージのところが、カウントアップしていって、今何パーセント注がれているのかっていうので見ることができますね。で、レシピは最初に 20% 蒸らしで入れます。でそれから、
2投目は 70% まで入れます。で3投目が 100% までですね。1投目は、93度のお湯で注いでいきます。で、1投目30秒で蒸らしをしていて、この時、スイッチドリッパーのスイッチはオフの状態でこう下に落ちないように、することによりこう蒸らしを効率的に、行っています。で30秒経ったらスイッチをオンにしていきます。で40秒に経ったら2投目を注いでいきます。で 70% までですね。こう2投目が一番メインで抽出を行うフェーズになっています。で続いて1分30秒で3投目を注いでいきます。1投目2投目は93度のお湯で注いでいるんですが、3投目は75度まで少しこう冷ましたお湯で、抽出していきます。こう抽出後半はネガティブな印象が出てきやすいので、こう湯温を少し下げて入れてあげることにより後味がクリーンで華やかなコーヒーができるかなという狙いですね。はい、これで完成です3回注ぐだけのかなりシンプルなレシピなんですけど、こう無限ドリッパーが横から抜けないっていう特性を持っているので、こう少ない投数でもかなり安定して、しかも華やかな、フレーバーだったりとか綺麗な酸味を引き出すことができるっていう、かなり、どんな豆でも美味しく入れられるレシピかなと個人的には思っています。最後にあと水ですね。僕たちウッドベリーコーヒーではハンドドリップのコーヒーは全てカスタムウォーターで、作って調整しています。で、このレシピにちょうどいいかなと思うのは、だいたい 80ppm ぐらいの、水で、調整して入れていただけるとちょうどいいかなと思っております。スタンダードのレシピがだいたい4分ぐらいで落ちきるようなレシピになっているんですけど、早すぎる時は粉をもう少し、細かくして、全然落ちないよっていう時は粉を粗くして調整してみてください。だいたい4分ぐらいだと適切な濃度のコーヒーになっているかなと、ちょっと実際に飲んでいきたいなと思います。じゃあいただきます。いいですね美味しい。これ今日入れさせていただいた豆がエチオピアのウォッシュドのイルガチャフェのウォッシュドらしい、すごく綺麗な印象と華やかなフレーバーが感じていただけるかなと思います。イルガチャフェって感じですね洋画のお店で国産の小さい焙煎機から、始まったウッドベリーコーヒーなんですけど、今は、ローリングという少し大きめな焙煎機で、焙煎をしております。はい、ローリング使ってる理由は、すごく環境に優しいというのがローリングの、一番のこう特徴になっていて、すごく綺麗な熱風焙煎特有の綺麗な味わいもできるんですけど、一番は、ガスの使用量が少ないとか CO2 の排出量がすごく少ないっていうのがすごく気に入って今ローリングを使っています。ウッドベリーのコンセプトもコーヒーでより良い世界を作るというのがコンセプトになっておりまして、もちろん焙煎もすごく環境に優しい方法でやっていたりとか、あとはダイレクトトレードですね。こう生産者さんのところに直接行って、多くのプレミアムを払って生産者さんの支援になるようなダイレクトトレーディングを、進めていくっていうのがウッドベリーの、コンセプトになっております。で、直営の11店舗のカフェでもなるべく、食材とかはオーガニックのものを使っていたりとか、あとは健康のためにビーガンだったりとかグルテンフリーだったりとか、そういうような、地球にも優しく体にも優しいというのをこう体験していただけるようなお店を作っております。ぜひ東京来た際はまた遊びに来てください。ありがとうございます。